アグネス・チャン、1955年8月20日生まれ。香港出身の日本の歌手、エッセイスト。カトリック教徒で、アグネスは洗礼名である。トロント大学卒業。1992年6月スタンフォード大学大学院教育学博士課程を修了。1994年には博士号が授与された。初代日本ユニセフ協会大使を経て、2016年より国際連合の機関である国際連合児童基金の東アジア太平洋地域親善大使、ユニセフ地域大使。1972年、代表曲の一つである「ひなげしの花」で日本での歌手デビューを果たす。高く澄んだ歌声と愛くるしいルックス、たどたどしいが一生懸命日本語で歌う姿が受けて一躍人気アイドルとなった。日本ではその後も「草原の輝き」「小さな恋の物語」「星に願いを」「ポケットいっぱいの秘密」「愛の迷い子」「恋人たちの午後」「白い靴下は似合わない」「香港におけるザ・サークルゲーム」「香港香港」「宇宙のカーネション」などヒット曲は多く、台湾やアメリカ合衆国などでも音楽活動を行っている。歌手としての活躍のほか、1998年には初代日本ユニセフ協会大使に就任。2016年にはユニセフアジア親善大使にするなど、ボランティアやチャリティーなどを通じた社会奉仕や貧困や平和についての発言でも知られている。近年ではピンクリボン運動への参加や、香港深海大学の客員教授としての教育活動も行っている。2017年著書「スタンフォード大学に3人の息子を合格させた50の教育法」が大ヒット。作家としての地位もアジアで高めている。1998年、アグネスは日本ユニセフ協会の大使に就任した。日本ユニセフ協会は現在先進国を中心に36の国と地域に設置されているユニセフ協会国内委員会の一つ。各国内委員会はユニセフ本部との協力協定に基づき、募金活動、広報活動、アドボカシー活動、政策提言に取り組んでいる。就任後、これまでにタイ、南スーダン共和国、東西ティモール、フィリピン、カンボジア、イラク、スーダン、レソト、モルドバ、インド、中国、ブルキナファソ、ソマリア、ブータン、イスラエル、ナイジェリア、中央アフリカ共和国を公式訪問し、現地の子どもたちの窮状を伝えるほか、私が愛する日本などの著作で日本の平和を目指す提言を行っている。その功績が国際連合児童基金ユニセフ本部に認められ、2016年3月にユニセフの東アジアおよび太平洋地域の地域大使である東アジア太平洋地域親善大使に任命された。しかし、アグネス・チャンの正体を偽善者とする動きがネットでは主流になっています。アグネス・チャンが以前大使を務めていた日本ユニセフ協会というのは、黒柳徹子が親善大使を務めるユニセフ国際連合児童基金とは全くの別機関で、日本国内の一般財団法人です。寄付の全額が途上国に送られる国際機関のユニセフと違い、日本ユニセフ協会では寄付額の 25% が活動費や退職金の名目で使用され、残りがユニセフへと送金されます。世間がピンハネ着服と呼んでいるのはこの部分。実際、都内の一等地に25億円の自社ビルを建設したことなどが批判されています。その日本ユニセフ協会で大使という名の広告塔として愛、地球、平和をテーマにした講演活動を行うアグネス・チャンにもまた着服疑惑の目が向けられているようです。アグネス・チャンはテレビで東京渋谷区広尾のひなげし御殿を公開しており、横浜にも大豪邸を構えています。その内装はイタリア製の豪華な家具やそこいらに張り巡らせた金など絢爛そのもの。アグネス・チャンは日本ユニセフ協会から1円ももらっていないと主張していますが、世間では着服金で建設したユニセフ豪邸と呼ばれているのです。アグネス・チャンが日本ユニセフ協会大使に就任したのは1998年で、この豪邸が建設されたのは1995年ですから、実際は大使就任前から行っていた講演会などの収益で建設したのではないかと見られます。しかし、貧困の子供を救おうと叫ぶアグネス・チャンがテレビで贅沢極まりない生活を自慢げに語る様子も反感を買っているようです。
アグネスちゃんの1回の講演料は約100から150万円。それだけ儲けているなら、人からお金を集める前にまず自分が寄付しろという声が最も多く聞こえてきます。アグネスちゃんはイギリス国籍の香港生まれ。そのため日本語が片言でも仕方がないと思われていたのはもう随分昔のこと。1972年に「ひなげしの花」でデビューして以来、すでに40年以上も日本にいるのに全く上達しないアグネスちゃんの日本語に人々は苛立ちを隠せません。島田紳介やダウンタウンの浜田雅俊、松本人志らがバラエティ番組でアグネスちゃんの日本語力をいじり回してきたいきさつもあり、美味しいと思ってわざとやっているのではという批判も多数。しかしアグネスちゃん自身は発音がなまっていることを認めた上で、下手と言われることを非常に悔しがっているのだといいます。一方でお笑いのネタにされることは前向きに愛情と捉え感謝しているそうです。アグネスちゃんが1986年に結婚した夫金子力はアグネスちゃんの元渡辺プロ時代のマネージャー。現在はアグネスちゃんが芸能活動を円滑に行うための芸能事務所トマス&アグネスの社長を務めています。アグネスちゃんの夫金子力は同社でマネジメント業以外にも健康食品やパワーストーンなどの輸入販売も行っていました。しかしその謳い文句に行政指導が入ったり霊感商法と批判されたりして、現在は輸入販売業は停止しています。またアグネスちゃんは純粋な日本人男性と公表していますが、金子力には在日韓国人説も。その他にも某宗教団体に属しているだとか離婚歴があるといった噂がありますが、どれも情報源は不明です。アグネスちゃんの息子たちは金子和平がカナダ、金子翔平がアメリカ、金子勉平が中国とそれぞれ別々の国籍を持っており、全員がスタンフォード大学に進学したことが知られています。アグネスちゃん自身が1992年にスタンフォード大学で教育学博士号を取得しただけあって、夜11時まで読み聞かせをするなど、どんなに仕事が忙しくても子どもの教育には時間を費やしてきたようです。もちろん息子たちの教育にも多額の資金が費やされたに違いありません。もはやアグネスちゃんにはどんな誉れ高い話題が出ようが、すべてがユニセフ寄付金着服疑惑に帰着してしまいます。慈善活動家には贅沢は敵、そんな風潮がありますが、自身で稼いだお金で贅沢しているのならそこまで言われる筋合いもありませんよね。しかしアグネスちゃんが批判される理由はもっと他にもあるのです。例えば中国は反日教育をしていない、正しい歴史を学んでいるだけと言ってしまっては日本人からの大バッシングは必至。また日本の児童ポルノ規制を躍起になって叫んでも、他のアジア圏における人権問題についてはノーコメントを貫くといった矛盾点も叩かれがちです。しかしそこは日本人ではないアグネスちゃんと日本人が折り合いをつけられなくても仕方ないのかもしれません。ただひなげしの花でデビューした頃の可愛いアグネスちゃんを思い起こすと、邪心なく慈善活動を行っているとだけは信じていたいですよね。繰り返します。日華は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？